どうも、ベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、ゴールドの効率の良い稼ぎ方についてやっていこうかなと思います。このゴールドって、このゲームの、万能通貨みたいなもので、ショップでアイテム購入できたり、あとは加速の代わりに、使えたり、すごいね、いろいろと、便利で重要なものかなと思うんですけど、前回の動画で、VIP についてお伝えしていったんですけど、この VIP って本当に効果でかくて、VIP15 から20で、15から20に上げた時の効果って、ゴッドファーザー装備を、S から SS に、でも6箇所くらい上げたと同じくらいの効果があって。なので、なんか強いっていう、言葉の定義はもちろん難しいんですけど、州長戦 S4 以降で多分 VIP 上げてないけど、ちゃんとレイドリーダーとして強い人って、このゲームにいなくて、それくらいVIP って重要なものなんですけど、ただ、それ上げるとなると、ゴールド使うしかないんですよ。もうほんとゴールド稼ぐしかなくて。じゃあ仮にVIP 上げませんってじゃなったとしても、2、3ヶ月に1回来る、SVIP ショップだったり、SVIP ショップですね。あれお得なもの買ったら、だいたいもう、50万ゴールドから100万ゴールド全然使えて、あとヴィーナスの、新しいヴィーナスが実装された時に来る、ちょっと名前が微妙なんですけど、ラブギフトでしたっけ？ヴィーナスの宝箱開けるイベント。あれも、一応いい箱しか開けないで、一番いい箱しか開けないで、毎回更新しまくって、確か5日間あったと思うんですけど、それ前に100箱開けたら、もう1回のイベントで60万ゴールド、70万ゴールド使おうと思えば使えちゃうんですよ。なんで、そう考えると、結構、ゴールドって、VIP 以外でもすごいいろいろと近い、使い道はあるのかなと思います。もちろん最終的にはね、ちゃんと強くなりたいのであれば、あの、VIP を最優先で上げるのを、お勧めしてるんですけど、仮にじゃあ上げないにしても、強くなるためには、ゴールドってめちゃめちゃ重要なので、じゃあそんなゴールドなんですけど、どうやって稼ぐかってとこですよね。それ結論から言っちゃうと、ヘルイベントを、最高効率でやりまくって、街頭橋を借りまくる。もうこれにつきます。ただ一応それ以外でもね、一応いろいろあるかなと思うので、先にそちらを、考えていこうかなと思うんですけど、まずは課金ですね。ただ、めちゃめちゃ課金してる方除いて、この課金でじゃあ、たくさんゴールド集めるのって厳しいじゃないですか。600円で、800ゴールドだったり、1万2000のパックだと、2万2000ゴールドだと思うんですけど、これほんとよっぽどの課金者の方除いて、これをメインの、ゴールド収入に、ゴールドの収入源にしていくっていうのは結構難しいのかなと思います。あとはギルドギフトですね。そこも課金者の方が多い組織にいれば、かなり、ゴールド稼げるのもまた事実なんですけど、なので、強くなって、強い同盟に参加するのもね、一つの戦略かなと思うんですけど、ただそれって、あくまで個人に同行できるっていうよりかは、なんか組織の力で、あとは今の組織の方が居心地いいみたいな、居心地いいみたいないろいろあると思うので、今回の動画でね、お伝えしたいこととは、全然その話じゃないんで、ここについても一回置いておこうかなと思います。あとは街頭カジノですね。そこでもたまに入手できたり、して、あとは、ビーナススキルですね。ちょっと今も使っちゃってるんですけど、これでも少しゴールド入手できたり、あとは、イベント関連ですね。今ちょっと来てないんですけど、スーパースロットとかだと、あれ結構ゴールド入手できたり、できたりして、あと地下取引所とかでも少量ゴールド入手できたり、あとはほんといろんなイベントですね。で入手できたり、あとは永久スキン。永久スキンを獲得してる、スキンの、次元アイ、次元版ですね。例えば、ちょっと、どこにあるかな。えーっと、
どれかいいのないかな。これ、あとこれですね。例えばこんな感じで、永久スキー持ってれば、時間限定アイテムはゴールドに交換できたりするんですけど、これ別に全然量多くなくて、一応こんな感じで多分厳密にそのゴールド稼げるっていうことを考えちゃったら、もうすごい切りないと思うので、このあたりにしようかなと思うんですけど、私がもうめちゃめちゃおすすめしたいのは、このヘルイベントと、街頭の覇者をやりまくる。結局これになるのかなと思います。で、このヘルイベントと、街頭覇者って、一見、全然違うものに思えるんですけど、実はめちゃめちゃ繋がりあって、ヘルイベントをたくさんクリアすると、街頭の覇者狩れて、で、その街頭の覇者狩ると、その報酬、街頭の覇者狩ると、加速だったりゴールドだったりもらえると思うんですけど、で、それ使って、じゃあまた新しいヘルイベントクリアしたり、そんな感じの好循環を、作ることができます。まずヘルイベントからなんですけど、こちら毎時間、更新されるイベントですね。建設だったり、投資だったり、訓練だったりの、その時々の、指定された行動をすることで、ポイントを稼ぐことができまして、そのポイントを一定数稼ぐと、段階報酬を獲得することができまして、この段階報酬を、3段階目までクリアすると、ランキング報酬もあります。で、この報酬がもう本当にめちゃめちゃ美味しいです。セクシーキャットのヘルイベントはね、結構意識して、やってる方も多いかなと思うんですけども、本当セクシーキャット以外のヘルイベントもめちゃめちゃ美味しいんです。美味しいんですよ。というか、投資のセクシーキャットは、めちゃめちゃやってる方多いかなと思うんですけど、ゴールドだったり、加速の効率で考えると、もう他のヘルイベントやった方が全然、美味しいんですよ。もちろん、セクシーキャットについては、最終的に金まで上げるべきものだと思うので、そちらはある程度優先すべきではあると思うんですけど、じゃあ、例えば、建設と投資で、ポイントが稼げる、ポイントを稼げるヘルイベで、3段階クリアに、57万ポイント、必要なヘルイベント、ちょっと今来てないんですけど、あるんですが、あれって、ゴールド2000以上もらえて、投資の加速が、2日分以上もらえるんですよ。もちろん、投資速度にもよるんですけど、だいたい1日分の加速使って、3万から4万ぐらい戦力、上がるかなと思うんですけど、そう考えると、じゃあそれ57万ポイントまでクリアするのに、じゃあ19日分の加速かかるかなと思います。でもこれクリアしたら、2日分の加速返ってきて、なおかつ、ゴールド2000以上もらえて、なおかつ、エネルギーももらえるんですよ。で、このエネルギーも、ちゃんと美味しくて、これね、クリアすると、だいたい5000から2万くらいもらえて、もらえますので、20回、30回ヘレイベやれば、レベル5 1体枯れるんですよ。これ結構でかくて、もちろん今、5000から2万とは言ったんですけど、このヘルイベントの、ランキング報酬とかで、トップ10とかに入れば、合わせてほんと5万とか、7万とか全然いくので。で、その該当の覇者を、該当覇者で、ポイントが稼げる、ヘルイベントと合わせてやっていけば、だいたいレベル5 1体狩ると、5000ゴールドくらいはもらえるじゃないですか。それって普通に美味しくないですか？あと、先ほど、のは投資だったんですけど、トレーニングの、ちょうど今来てるやつですね。これも本当めちゃめちゃおすすめで、トレーニングのヘルイベって、T4 訓練すれば、すぐクリアできるんですよ。今ここにポイント獲得方法あると思うんですけど、T4 一人で15ポイントなので、だいたい5万人くらいクリア、訓練すればクリアできて、もちろん訓練速度次第ではあるんですけど、T4 を、5万人訓練だと、だいたい10日分くらいの、加速でできて、ちなみに別荘内の、ダイヤ生産所だったり、トレーニングセンターだったり、病院の比率なんですけど、比率はそこで今度お伝えしようかなと思ってるんですけど、州庁戦やってない時は、もうダイヤ生産所立てまくって、
訓練、トレーニングスピード上げていって、ヘルイベントで訓練しまくるのが正解です。まあ、話がね、少し脱線したので、まあ、戻すんですけど、まあ、ヘルイベあれば、じゃあ毎回、じゃあ1300から、まあ、だいたい2500くらい、まあ、ゴールドもらえて、で、トレーニングって、結構ランキング上行きやすいんですよ。まあ、なんで、本当まあ、さっきもお伝えしたんですけど、まあ、5万から7万くらい、こう、エネルギーもらえたりして。で、じゃあ5万から7万エネルギーって、普通に課金で考えると、それって普通にもう5、600円分ぐらいの価値あって、それをタダでもらえるって考えたら結構すごくないですか？じゃあまあエネルギー貯めていって、じゃあまあ街灯覇者買って、ってやっていけばね、結構好循環、作っていけるのかなと思います。あとまあ僕とかだと今 T3 めちゃめちゃ作りすぎてる状態なので、T3 を、T4 にアップグレードすると、アップグレードして今ポイント稼いでるんですけど、アップグレードだと、1人につき、10ポイント、獲得することができます。で、まあ、必要な加速の時間って、T4 を、0から訓練するのと比べて、T3 から T4 に上げるときって2分の1なんですよ。まあ、なので、まあ、場合によっては、まあ、どうしても、まあ、加速使わなきゃいけないときがもしあったら、まあ、そこで T3 たくさん作っておいて、ヘルイベで T3 から T4 にアップグレードしていくのもいいのかなと思います。で、あとはまあ、ヘルイベで、気をつけなきゃいけないところとしては、ちゃんと美味しいヘルイベと、そうではないヘルイベントを見極めて、ちゃんと美味しいヘルイベントだけをやる。これもかなり重要です。まあ、例えば投資したい時なんですけど、3段階クリアに、まあ、投資のみで、まあ、33万だったり、まあ、66万だったりのヘルイベントあると思うんですけど、あれって全く美味しくないので、投資だったら、セクシーキャット優先するんだったら、まあ、セクシーキャットを優先して、まあ、ゴールドと加速優先するのであれば、あの、建設投資で、ポイントが稼げて、まあ、3段階クリアに、57万ポイント、必要なヘリであるんですけど、もうそれが一番お得なので、もうそれを最優先でやりましょう。まあ、あとは、まあ、時点で、まあ、建設と投資で稼げて、3段階クリアで、50万ポイントですね。まあ、そっちをやっていくの、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、トレーニングだったら、トレーニング単体もしくは、建設、投資、トレーニングでポイントが稼げて、3段階クリアに、42万ポイント、必要なもの。確か、これですね。これなんですけど、まあ、これもね、加速はめちゃめちゃ他のと比べて加速はちょっと少なめなんですけど、装備ボックスめちゃめちゃ美味しいんですよ、このヘリベって。で、まあ、ゴールドも42万ポイントで1300ゴールドだったら全然美味しいので、個人的にはこの42万のヘリイベント、多分ダイヤ生産して、それを使っていくみたいな感じの時だったら、そういう風にしていけば、アイテム化されてるダイヤの量って減らないじゃないですか。で、今ちょうど僕も上限になっちゃってるんですけど、この生産、別荘の、総ダイヤの総容量。それ超えちゃったらダイヤ生産されないんで、そう考えると、まあ、細々とね、42万のヘリベやって、ダイヤ使っていくのも結構ね、いいのかなと思います。またちょうど今来てるんですけど、74万ポイント、必要な、まあ、建設トレーニング、もしくは、トレーニング単体の。あとは、あと83万ポイント版もありますね。それ建設トレーニングであるんですけど、まあ、それが、でも一応83万の建設トレーニングが多分、純粋なダイヤの生産のことを考えなかったら一応一番お得です。ただ、ここで注意点があって、トレーニングと投資でポイントが稼げて、83番のもあるんですよ。ただ、それって、お勧めできないです。なぜかと言いますと、あれって、投資でもポイント稼げちゃうんで、競争率高くなっちゃうんですよ。なので、3段階クリアしても、まあ、ランキング入れないこと多くて、そうなると、結局もらえるエネルギーが、ランキング報酬分もらえなくなっちゃうので、まあ、かなり少なくなっちゃうんですよね。
なので、そちらについてはスルーしていただくのがいいんじゃないかなと思います。あとセクシーキャットが S になると、プロフェッサーが入手可能になると思うんですけど、そこで投資のセクシーキャットが、投資とトレーニングで、ポイントを入手できるようになりまして、3段階クリアで、144万ポイントですね。そこでトレーニングするのも、もちろんありっちゃありなんですけど、ぶっちゃけプロフェッサーよりも、今だったらゴールドと加速とエネルギーを優先して、さっきご紹介した、42万だったり、83万の、74万とかのヘリビやっていただく方が、ぶっちゃけ全然強くなります。ほんと、ゴールドと加速もそうなんですけど、トレーニングはほんと、ランキング入りやすいんで、そうなるとほんと、エネルギーめちゃめちゃ美味しいんですよね。で、このエネルギーって、めちゃめちゃバフ上がる英雄装備ですね。それ育てていくのに、直結してくるもので、プロフェッサー来たから、じゃトレーニングすると、決めつけずに、他のヘルイベントも、検討していただくのが、いいんじゃないかなと思います。で、建設についても、一応お伝えしておくと、先ほどの投資にあった、50万と、57万のやつと、あとは建設単体で37万ポイントのもあるので、それもまあまあお得ですね。あとは建設のセクシーキャットもいいんじゃないかなと思います。あとはヘルイベント、毎時間、0分から55分までが、イベント開催で、55分から、0分まで、0分までは、準備期間になるかなと思うんですけど、ただ、その準備期間中に、次のヘルイベントが何来るかって、皆さんご存知ですか？これ実はある程度わかるんですよ。準備中だったらこの間もなくスタートのところに出てくると思うんですけど、そこに、あと〇〇ポイントで、次のランクボーナスを獲得できますと、書いてあると思うんですけど、このポイントから、次のヘルイベントが何来るかを、推測することができます。例えば、45,600だったら、建設と投資をやるのに、おすすめな、3段階クリアに、57万ポイント。必要な、美味しいヘリベですね。で、これが、37,000だったら、ちょうど今来てるやつですね。建設トレーニング、もしくは、トレーニング単体のヘルイベントです。で、これが、あと21,000だったら、建設、投資、トレーニング、もしくはトレーニング単体の、単体で、3段階クリアに42万ポイント必要な、ヘルイベントみたいな感じで、さすがにこの動画でね、全パターンご紹介するのは、あれなので、全部はご紹介しないんですけども、これある程度知っておくと、じゃ次やりたいヘルイベント来るから、じゃ数分ログインしておいて、それ終わってからログアウトしようみたいな感じで、結構便利なのかなと思います。最後に、ちょっと、最後というか、ちょっと余談にはなるんですけど、この VIP20 に無料ブースト時間ってあるじゃないですか。もちろん前の段階でもね、無料ブースト時間ずっとあると思うんですけど、これ19とか20になると、めちゃめちゃ無料ブースト時間長いので、これ利用して、加速を使わずに、建設のヘルイベント、クリアすることができます。やり方めちゃめちゃ単純で、このダイヤ加工所を撤去して、無料ブースト分で立てて、無料ブースト分もしくは、少量のゴールド、2、30ぐらいだったら、使って、上げて、もう上げきれなくなったら、また再度壊して、また立て直すみたいな。で、これひたすら繰り返すと、加速使わずにヘルイベントクリアできるんですよ。この建設のヘルイベって、結構デパートですね。これを立て直すっていうことを結構やってる人多いと思うんですけど、あれって結構資源使うじゃないですか。で、もちろん加速も使うわけで、そう考えると、こんな感じで、ちょっと撤去費用とかでね、少しはゴールドかかったりするんですけど、資源と、もちろん時間もかかります。資源と、時間とゴールドだけでね、クリアしていけるのはね、非常に良いのかなと思います。ただ、さすがにね、VIP20 の人が、それやるかって言われたら、ノーだと思いますし、だからこそ全然ね、出回ってない話だと思うんですけど、一応これ今1回クリアするのに、だいたい10分ぐらいかかるんですよ。
なので、リアル時間のことを考えると、効率的にはね、ちょっといかがなものかなとはもちろん思うので、僕も一応建設のセクシーキャットのだけはちょっと欲しいのでやってるんですけど、それ以外はぶっちゃけあんまやんないです。ただどうしても、ゴールド必要だって時は、こんな感じでね、ゴールドとエネルギーを、稼いでいくことも、一応できます。なので、これもある種、ビップ上げていくメリットにはなるのかなと思います。あとトレーニングとか、投資とかって、周調戦だったり、他のイベントですね。いろいろあると思うんですけど、そっちに合わせてやされる方って、結構多いのかなと思います。ただ、そっちは本当に最低限で OK です。ランキング狙う必要性はマジ、本当にないので、もうはるかにヘルイベントの方がお得です。もうヘルイベをやりましょう。本当先ほども結構もう何回もお伝えしてるんですけど、もうヘルイベやると、街頭発射狩りに必要なエネルギーが集まって、それで英雄装備も集めていけるっていうのが本当にでかくて、多分これゴールドの話がもちろんメインではあるんですけど、この英雄装備も本当に大事なので、今英雄装備って、なんかそれだけでバフがもう 100% ぐらい上がるんですよ。なので、やってる人とやってない人でめちゃめちゃ差があって。ただ、英雄装備って、なかなか集めるの大変で、あの、課金者の人でも、エネルギーのパック買いまくったり、じゃあエネルギーをゴールドで、買いまくって集めてるレベルのもので、ちゃんと意識して集めていかないと集まらないものなので、ちゃんと意識して集めていくのがね、非常に重要なのかなと思います。この街頭はしゃがりについてなんですけど、本当にかなり大事で、次回の動画で、効率よく、勝っていくことなので、いろいろとお伝えしていけたらなと思います。はい、ということで、今回は、ゴールドの稼ぎ方というよりかは、ヘルイベメインの話にはなってしまったんですけど、本当ちゃんと、やるべきヘルイベをやって、ゴールドと加速とエネルギーを稼いで、そのエネルギーで街頭覇者を勝っていくっていう好循環をね、しっかり作っていけば、ゴールドも稼げますし、バンバン成長していけるので、まだほんとこのヘリベ、装備ボックスもね、めちゃめちゃ美味しくて、この装備ボックスだけで、毎回100円分から200円分ぐらいあるんですよ。で、それ、毎日5回やったら、じゃあもう500円から1000円分ぐらいになって、1ヶ月やってったら、全くじゃあ全然気にしないでやってる人と比べて、1万2万の差がつくわけじゃないですか。でそう考えると、最終的に、ゴッドファーザー装備の、育成の進み具合とかもちろん変わってきて、でそうなると最終的な強さでもね、かなり繋がってくるのかなと思います。なので本当出張だったりでいろんなイベントに、結構惑わしいっぱい来るんですけど、惑わされずに、ヘルイベントをやっていただくのが良いのかなと思います。ということで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。